会支店に行って帰ってきました。絵がねすごく美しかったんですよ。特に私が心惹かれたのはそのグラデーション、空の色のグラデーションとか背景の色のグラデーションとか、そういう色使いがすごく美しくて優しくて、私もこんな絵描いてみたいというか描けたらなって思ったんですよ。こういうね可愛らしいキャラクターのイメージはあったし、アニメもアンパンマンよく見ていたのでその印象はあったんですけど、こんなにも色使いが素敵な方なんだなっていうのを今回原画とか見て初めて私は知って、すごく今回の展示を見て憧れを抱きました。これね少し前の動画でご紹介したと思うんですけど、自分言語化ノート、長谷川エレナ智美さんの書いた本、自分のこれからの在り方とか、どういう暮らしとか生活とか仕事とかプライベートとかが理想なのかっていうのを今すごく自分の中で考えていて、でそういうのを考えているタイミングでこの柳瀬隆展の展示のチラシを見て、でアンパンマンのマーチ、何のために生まれて何をして生きるのかっていうフレーズが最近の私の考えてることになんか関係するというか、なんかつながって聞こえて、私何のために生まれて何をして生きていくんだろうっていうことをすごく考えてる最中だったので、これはちょっと見ておきたいなというかヒントがあるんじゃないかなと思って今回見に行ったんですけど、その展示の中で柳瀬隆さんが残した言葉とかがいろいろあって、でこれは多分ちょっとねどういう言葉が書かれてたかとかは多分展示のネタバレになっちゃうので言えないんですけど、ちょっとピンと心に引っかかるものとかがあったりして、でそれはちゃんとノートに残しておいて、多分これからの自分の人生の中できっと何かしらのヒントになったりとか、なんか立ち戻る場所、立ち戻る言葉になったりするのかなって思ってます。だから柳瀬隆さんはずっとこの歌アンパンマンのマーチで何のために生まれて何をして生きるのかっていうそれを問い続けてたんだなと思うと、なんかもっと早く気づけたんじゃないかなとも思うし、でも今の私がこれからの人生の中で一番若い私だから、今日出会えてよかったなっていうふうに思うし、お子さんもねイラストとか見て楽しめると思うし、大人の方こそアンパンマンを小さい頃通って生きてきた方も多いと思うので、そのアンパンマンを子供の頃とはまた違った目線で見ることができる、またちょっとアンパンマンの見え方が変わってくるなっていう、そんな風に思う展示なので、ぜひ興味ある方は4月の5日の日曜日まで名古屋の松坂屋の美術館でやってるので、ぜひ見に行ってみてください。
うんこれにそうめんを入れていただいて、うん、レディッシュ、あとスロフっていうのかな、パンパンも帰りたいかわいいしちゃう。もちん